動画をご視聴いただきありがとうございます。クリーンバイブスマンです。今日は、久しぶりにルームツアーを行いたいと思います。春になってきたので、新芽とかが出てきている植物とかも結構増えてきたので、そこら辺のご紹介をさせていただこうと思います。これは、フィカスベンガレンシスですね。これちょっとリーフクリーンというツヤの出るスプレーをやったらツヤツヤしすぎてしまったので、あんまりベンガレンシスにはおすすめしないですね。ただ綺麗なのでいいかなとは思います。いずれ落ちるので。あとこちらがフィカスアルテシマですね。僕が持っているアルテシマは一応芽は出てきたんですけど、元から結構弱いので、今年は思いっきりザクッと枝から切って外に置いて、新しい芽を出させてみようかなっていうふうに思っています。こんな感じです。でこちらが、ペペロミオイデスですね。冬越しでちょっとやられてしまったので、こういうふうに水差しにしています。でこの鉢はこれ根っこが出てきたので土に植え替えようと思います。春になったら。でこの鉢は僕が自分で益子焼で作ったものです。で、ハンギングスタイルリプサリスですね。これ東側の窓なんですけど、これもリプサリス、十分育ってくれてるかなと思います。これからたまに外に出してあげたりとかしていこうかなと思っています。はい、であとはエアプランツとかも一応持っています。あとその下にあるのがゴムの木ですね。これも何度か動画でいろいろご紹介させてもらいましたけど、本当100何円で買った苗がこれぐらい大きくなりました。新芽も最近 2,3 枚出してくれています。で、こちらが、シェフレラコンパクターですね。これは冬も全然元気に、冬越ししてくれました。はい、で次こちらが僕が好きな、フィカスティネ系になります。斑入りのねゴムの木でめちゃくちゃかっこいいんですけど、また新芽が出てきたので楽しみです。結構明るいところに置くと大きな葉をつけてくれるんですけど、今年あんまり外に出してないのでどうかなと思います。とこちらがモンステラですね。これ株分けしてあるモンステラなんですけど、これも一応少しだけ芽を出してくれそうな気配なので、ここに放置していこうと思います。放置というか管理ですね、していこうと思います。で次がここにあるのが、カラテやマコヤナですね。これは夜になると葉っぱが立ち上がる植物になります。なんかかっこいいというか可愛らしいというか、はい、でこちらが、デコラゴムの木ですね。デコラゴムの木として売られてたんですけど、バーガンディなんだかソフィアなんだかっていう感じの色ですよね。新芽をバンバン出してくれているので頑張って育てていこうと思います。このゴムの木は結構強いのでガンガン直射日光とか浴びさせちゃったりしてますね最近。でこれは、ザミオクルカスですね。あんまり僕のザミオクルカスは成長しないんですけど、枯れもせず成長もせずみたいな感じでツヤツヤなおもちゃみたいな葉っぱを常にキープしてくれています。はい、でこちらがセロームですね。新しい葉っぱを出してくれていました。早いですね。成長するのがやっぱり気温に敏感なのか、本当にちょっと暖かくなってきたらどんどん新芽を出してくれるようになって、これだけじゃなくてこの下側にも新しい新芽がわさっと出てきてくれています。こんな感じですね。はい。でこちらがモンステラになります。これもね夏葉焼けさせてしまったところがあるので今年こそは気をつけようと思っています。でこれもすでに新芽を2つ出してくれていて、まだね色があんまり
濃くないですけど、こっちの新芽は結構濃くなってきました。穴が開いてない新芽、これ何株か植わってるので、小さい株のところから出てきた新芽ですね。次の新芽ぐらいからきっと穴開くのかなと。でこれはディスキディアエメラルドになります。これは相変わらず成長してくれているんですけど、いい感じに育ってくれています。でこれはリプサリスですね。リプサリスなんちゃらっていうなんちゃらが毎回思い出せないんですけど、バンバン新芽を出してくれている感じですね。こんな感じに、こんな感じですね。だから人間より春を感じるのが早いんじゃないのかなって植物を見てて思います。植物が新芽を出した時にはなんかあったかくなってきたんだ、春が来たんだっていう風に感じますね。植物は嘘をつかないっていう感じですかね。はい、ここにも小さな新芽があります。はい、という感じでまだまだあります。これはウンベラートですね。冬に結構葉っぱを落としてしまったんですけど、この夏がっつり成長させていこうと思っています。一応新芽は出てきているので、これからがっつり成長させていこうと思います。でその次が、ピレアですね。これもちょっと申し訳ない感じの状態になってはいるんですけど、一応育てて管理できているかなと思います。でこれがグアテマレンシス、エピフィラムグアテマレンシスですね。これもちゃんと冬越ししてくれました。ただ若干黄色いところがあるので、もう少し日光に当ててみようかなと思います。直射日光ではないですけど、これは、水耕栽培しているものですね。で、これはペペロミア何でしたっけ、追いつかない。あとこれが、ミルクブッシュですね。ファイヤースティックになります。これも秋にめちゃくちゃ成長してこんなに大きくなるとは思わなかった感じですね。なのでこれは友人に差し入りしてあげる感じになります。でこれは、ペペ、ホヤコンパクタになります。これもめちゃくちゃ成長してくれました。この冬に成長してくれました。なのでまだまだ成長してくれるかなと思います。はい。あと次はリプサリスですね。こちらも最近この2週間ぐらいで一気に成長してくれたんですけど、これつぼみなんですよね。で、花を咲かせてくれました。花1日だけ咲いてまた閉じてみたいなことをなんかそれぞれのつぼみが繰り返しています。初めて見ました。とハートカズラですね。これも小さな花みたいなのを咲かせてくれています。これは花なんですかね。花でしょうね。あとライムポトスですね。これも最近ちょっと植え替えをしたんですけど、いい感じに育ってくれてるのかなと思います。新芽が出ていますね。どれもやっぱ新芽が出てきてますね。すごい植物育てて楽しいシーズンが到来という感じですね。奥にあるのがホヤクミンギアなので、今この手前のが上に伸びているのがこちらがヒメモンステラになります。これも新芽を出してくれています。本当数度の違いでこんなに新芽が出るか出ないかってすごいなって思いますね。これはモンステラジェードシュトルコックになりますね。ちょっと日照が足らないのか黄色くなってしまっているところも出てきちゃってます。これはマドカズラですね。順調に新芽をバンバン出してくれています。買った時よりかはちっちゃい葉っぱになってしまってますね。でこれはスキンダプサスが植え替えしてる時に葉焼けしてしまったので、もうそこをチョキ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 切って水耕栽培でまた何とかしようと思って切りましたので、発根することを祈っています。
はい、はい、であと今度は、リプサリスを置いているこの白い棒なんですけど、これドローアラインといって最近買ったんですけど、天井と床を突っ張り棒してくれるものです。でこういうトレイだったりとかハンギングできるものが、つけられるので非常に便利です。よかったらドローアラインで調べてみてください。でこれはリプサリスですね。これも見切り品みたいな感じで売ってたので、めちゃくちゃ健康に育ってくれたなと思います。はい、こちらがスキンダプサスになります。頑張ってもっと大きく成長させたいと思っています。はい、で今度こっちの棚の方ですね。棚の方をちょっと最近アップデートしまして、今までこの棚の板がですね、木の板だったんですけどアクリル板に変えました。なぜかというと僕の部屋そんなに日当たりが良くないんですよ。なので光がそんなに入ってこないんですけど、木の板だと余計に光が入ってこなかったので、アクリル板にして透明にして上から下まできちんと光が入るように、あと育成ライトも上からやると下まで照らされるような感じになるので、すごくアップデートしてよかったなっていうふうに思っています。はい、で棚の方の植物のご紹介をしたいと思うんですけど、こちらが、ホヤカルノーサリップカラーというものですね。リップカラーなのでピンク色だったりとか、そんな、色の葉っぱが生えてきます。すごい濃いピンク、ほんと赤ワインレッドみたいな色からこういう白っぽいピンクとか、めちゃくちゃ面白い色を出してくれています。はい、こんな感じですね。で次こちらが、ホヤオーストラリスという、これもホヤの植物になります。でこれもかなり新芽を出してくれていて、2,3週間前ぐらいから結構ちょっとずつ新芽を出してくれたんですけど、最近かなり出してくれていますね。こう肉厚の葉っぱがいいですよね。これ新芽ですね。これも新芽で出てくるとき結構色黒な感じで出てきますね。はい、こんな感じです。最近は僕はテラコッタの鉢にハマっています。こちらが、ホヤマチルダというものになりますね。これもホヤなんですけど、肉厚な葉っぱでかっこいいですね。でこれがホヤザンバレスというものになります。もうちょっと大きく買ったやつを友達と株分けしたんですけど、友達が持ってる方が色が良くて、僕の部屋があんまり日がそこまで強くないからかちょっと色が薄めかなと思いますけれども、生きてくれてるのできちんとできる限りいい状態を保っていきたいと思っています。そんなにね枯れてしまったとかいうわけではないので問題はないかなと思いますけれども、ちゃんとこの春成長させていきたいと思っています。でこれがホヤグラブラという結構レアな品種ですね。あまり売ってるのは見たことないと思うんですけど、これめちゃくちゃでかくて僕の手のひらぐらいの大きさの葉っぱがあります。でこれは苗を買ったので、カット苗を買ったので、ハイドロカルチャーで、発根をさせているところです。うまく発根すればいいなと思います。で次が、こちらがホヤゴールドマージンですね。これも大きいのを買ったんではなくて、この小さい 1,2 本の1本の苗だけ購入しました。ここから育てていくのが楽しみなんですけど、早速ここから新芽が出そうな感じなので、この春夏秋まで期待しています。
いい感じですよね。で次お隣が、こちらもホヤですねの、プビカリクスシルバーピンクというものになります。これもたくさんの量はいらないので、一つの苗だけ買いました。で、これも微妙に分け目みたいなのがちょろっと出てきてるので、ここからの成長を楽しみにゆっくりと成長させていこうと思っています。ホヤってこういう風に英語ではワックスプラントって言うんですけど、蜜ろうみたいな感じでできてる植物ですごい葉っぱが面白いですよね。こちらが、ホヤオボバタという植物になります。これもホヤですね。これも、カット苗を買ったので、ハイドロカルチャーで発根をさせていこうと思います。水苔にしようかなと思ったんですけど、ハイドロの方が僕成功率高いのでハイドロで試してみようと思っています。これがキングマハラジャになります。僕が愛してやまないキングマハラジャとホワイトゴースト、めちゃくちゃかっこいい。でまたホワイトゴースト2つ持っているんですけど、で奥にあるのが、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ジグザグカクタスになります。これねほんと100円ぐらいで買ったのを成長させていますね。でまた見えづらいですけど、あれがペペロミアホープになります。はい、でその下にあるのが、ペペロミオイデスの小株からできたものをいくつか分けて育てています。ペペロミオイデス意外と簡単って言われてるんですけど、僕逆に結構難しくて、葉っぱがなんていうんですかね、丸く綺麗な丸にならないで閉じちゃったりとか下向いちゃったりとか、水が足らないと下に垂れるっていうんですけど、水をたくさんあげたとしてもそうなっちゃったりとか、あとこれは太陽を浴びすぎると葉っぱを縮めるみたいな言うんですけど、なぜかどういうところに置いてもああなっちゃうんでちょっと研究中です。でこれがホヤカーリーですね。通称、ホヤケリーとも言うのかな、通称ハートホヤなんですけど、これ1枚だけ買ったら、そこから出てきて合計3枚になりましたので、今年の目標は合計6枚でいこうと思います。色がね最初の1枚と違って結構スプラッシュな感じの色で、めちゃくちゃ好きな色が出てきてくれて嬉しいです。で一番最後の棚には、これはサンスベリアシルバーハニーですね。シルバーハニー合ってるよな。で奥にあるのがガジュマルエアプランツジプサリスですね。でそちらもサンスベリアがあってっていう感じです。なのでこのアクリル板にして本当に日陰になってしまう箇所がなくなったので、どのところにおいても観葉植物を管理しやすいような状況になりました。でこれがめちゃくちゃ長いグリーンネックレス、これカットして友人にあげるつもりです。であとこれがさっき見えづらかったって言ってたものですね。ペペラミアホープとジグザグカクタスですね。こんな感じではい、春の観葉植物ルームツアーでしたが、いかがでしたでしょうか。これから4月ぐらいにねもうちょっと暖かくなると観葉植物もっと育てやすくなりますし、成長ももっと早くなってくると思うので、皆さん一緒に観葉植物楽しんでいきましょう。